こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、最後の実績である冒険の時間を始めたところまでです。色々問題を抱えた実績ですが、ぼちぼち本腰入れて頑張っていきます。前回の下見で、デバッグモードで踏破確認したのは3つです。まずは見つけやすいバイオームを網羅しておきたいわね。早めに数を稼ぎたいところです。3匹の犬たちは留守番です。多分永久に。まあ無難ね。さて身近なところから調べてきます。あれ？ここ森林なんですね。水関係のバイオームと思いました。標高が低いから水が溜まっただけのようね。さてまずは、砂浜バイオームから踏破していきましょうか。あれここ砂浜じゃない。なら、河川バイオームから。あれ？ここまでまだ森林バイオームなんですね。しょっぱなからつまずいているわね。さすがに川の真ん中らへんならきっと河川バイオームですよね。あ、きちんと河川になってます。ちなみに河川バイオームは普通のと冷たいので2種類です。冷たい方は、寒い気候のあたりで探しましょう。続いて草原バイオームも踏破です。さて次、変種のひまわり草原が近くにあるのでそれも踏破します。よし OK です。これで草原は2つ踏破、残りのバイオームは寒い気候で探します。ちなみに日本語のバイオーム名は自分なりに訳しているのもあるので、今後さりげなく直すかもしれません。さて、今度はリスボーン場所から北の森の方に来ています。森林系のバイオームは、あと9両だけなんです。ちょうど目の前に小高い丘がありますが、多分ここが9両なんじゃないかと思います。さてこの辺りかな。OK です。普通の森林系は3つとも踏破しました。ここまで結構順調よね。さて、草原の牛がため息をついたところで白樺の森が見えてきました。どこの辺りが草原と白樺との境目か見てみたら、ここも河川なんですよ。確かに増水したら川になりそうな場所だけど、要するに水があるかどうかでなく、標高や地形で見分けないとならないわけですね。お、なんか面白い地形がありました。まるで池の一部が浮かび上がったようね。どこかに動かすスイッチない？ないです。バイオーム確認してみます。あれ、ここ M ですか。でも背の高い白樺は見当たらないようなんですが。白樺の森 M ってなんだっけ？白樺の森の変種で、背の高い白樺があるバイオームです。ここ丘陵かもしれないしちょっと登ってみますね。違いました。この程度の小山は丘陵ではないんですね。結局白樺丘陵は見つからず、白樺の森の西の方に抜けました。水辺があるので海洋バイオーム踏破を試します。あらー、ここもまだ白樺の森ですね。ちょっと意外です。紛らわしいわね。お、水蓮の葉が浮いてるので湿地バイオームでしょうか。船を止めるのがちょっと面倒です。これで湿地バイオーム踏破しました。もう一つの変種の M の方は起伏があるはずです。上陸して探してみます。ここなんてどうでしょうか。十分すぎるほどもこっとしてるわ。中腹まで登ってきました。違うの？普通の湿地でした。てっぺんまで登ってみたら？いやダメでしょうね。M はもっと広大な起伏なのでしょう。湿地は向こうまで広がってましたけど、地図外なので探索はまたの機会にします。しばらく白樺丘陵を探し求めていたのですが、なかなか見つかりません。と思ってたら、真正面にそれっぽいのがありました。行ってみます。さ
て結構な高さまで登ってきました。うわぁここも違うのか。白樺の丘陵バイオームって、もっとずっと山岳っぽいところなのかしら。正直わかりませんね。ただ思ったよりもずっとレアなのかもしれません。ひとまず白樺丘陵は諦めて先に進むと、ダークオークの茂った森がありました。ダークとか冒険進化き立てられるわね。バイオームは屋根状の森で、種類は2種類です。M の方は山岳地形だそうです。じゃあ S の方は？ありません。M は珍しいの役です。違うわよ。でもそんな感じね。ひとまず屋根状の森は踏破です。残るは山岳地形の M ですが、この小山の上かな？おう、結構高くて怖い。けど逆に、怖いくらいの高さがありますから M っぽいですね。ひょっとして M ってマウンテンの役？白樺 M は山岳地形ではなかったですよ。マイナーの役だと思います。お、M ですね。これで屋根状の森系はコンプリートです。屋根状の森って地図で見分けやすいわね。それだけ木が密集してるんですね。少し進んで森を抜けたと思ったら、山火事があったらしい場所に出ました。さすが屋根状の森だけあって、広範囲に燃え移ったようです。今度こそ森を抜けたら、まだ未探索の小さな草原がありました。黒っぽい馬が何頭かいましたがロバはいません。ロバってかなりのレアなんでしょうか。ブルルルレアーだって。そうでしたか。さて、海を渡ってようやく海洋バイオーム踏破です。なお、真ん中の凍った海は今のバージョンでは生成されないそうです。よし、これで深海も踏破。海洋系のバイオームもこれでコンプリートしました。さて海を渡ってきたところで長い砂浜がありました。ここが砂浜バイオームじゃないかと思ったら、案の定でした。さて、次はどうしましょう。とりあえず湿地 M と白樺丘陵、それに白樺丘陵 M が残ってしまっていますが、ぼちぼち残った地図を埋めにかかりましょうか。地図を埋めている間に、久々にチャンク抜けを見かけました。こんな感じにすぐ解消してくれるとホッとします。地図を埋めつつ地図の南側にやってきました。目の前に豚実績を解除した小山がありますが、ここも丘陵なのでしょうか。多分そうだと思うけど、今まで見誤ってばかりよね。かなり多くのバイオームに丘陵ってあるんですよ。まだ丘陵を見分けるコツをつかめず焦り気味です。森林丘陵で合ってました。いつもこういう感じなら見分けやすいんですけど。見分けやすいのが見つかるまで探す、という手もなくはないわね。さて地図の南西方向を埋めていたところ、山岳バイオームが見つかりました。もうパッと見ですごくわかりやすくて助かります。草の色まで違うんですね。これでまず一つ。雪山は寒いところでしょうし、山岳の橋はこのバージョンにはないはずです。プラスとか M とかなんなの？プラスは木が生えてて、M は砂利があるそうです。お、木が密集してますね。登ってみます。これで山岳プラスも踏破です。結構雪が積もってるけど雪山ではないのよね。山岳バイオームは標高によって雪が積もるらしいです。多分雪山の方は低いところでも積もっているんだと思いますよ。さて、向こうの山に渡りたいんですけど、登るのはいいんですが降りるのが怖いです。どこの屋根に登った子猫よ。大階段がある、ありがたいです。山岳地形が続いていますがまだ砂利山は見つかっていません。ここを降りていきたいんですけど。ちょっと、豚さん落ちたらどうするのよ。豚が落ちたら豚が飛びますね。
でもやっぱり豚より自分の命の方が大事です。聞くまでもなかったわね。海岸沿いに歩いていたら湿地バイオームがありました。何気なく小山の近くのバイオームを確認したら、これが湿地 M でした。これで湿地バイオームもコンプリートです。少し進んだところでようやく砂利山の場所を発見。地図では砂利は砂漠と同じ色になってますね。あとは山岳プラス M を見つけたかったのですが、残念ながら周辺では見つかりませんでした。さて、ようやく1枚目の地図の残りを埋め終わりました。よく見かけるバイオームは大体見つかったんじゃないかしら。一覧で見るとこんな感じですね。まだまだいっぱい残っていますが、まずまず順調です。残っているのは主に、寒い地方と乾燥した地方、あとキノコバイオームってところです。ともかくまずは見つけやすいものから踏破していき、数を減らすことが肝心ですね。というわけで今回はこんなところで、次回は2枚目の地図に突入します。ではまたね。バイバイ。